皆さんこんにちは。私の相棒のポーターキャブはたまにキャンピングカーとして使用しますが、普段の見た目はちょっと古めの普通の軽トラです。なので今回荷台に板を張っておしゃれな軽トラに変身させようと思います。煽りに板を張るのはどうしても切ったり張ったりしなければならないので、加工用の煽りを購入しました。なんとこれがたったの2500円です。この価格だと失敗しても笑って済ませるので大胆に作業を行います。サビで穴の開いた煽りの補修から始めます。グラインダーでサビを落とします。大まかなサビ落としが終了しました。サビが進行し、穴が開いたところを切り取ります。チーズのように穴だらけです。内側もサビが進行しています。ブラシでサビを落とします。サビチェンジャーを塗って黒い皮膜でサビの進行を止めます。サビチェンジャーを塗ったところが黒色に変化しました。サンダーで劣化した塗装を研磨します。全体の研磨が終わりました。へこみを板金ハンマーで修理します。シリコンオフで脱脂します。サビの上から塗れる棒サビ塗料を塗ります。板張りの邪魔になる補強材を取り除きます。リアの煽りも加工します。煽りの内側の形状を型取りします。型取りを杉板に転写します。型取りに合わせてカットします。大まかなカットが終了しました。補強材をカットします。
ラインダーで錆を落とします。サンダーで表面を研磨します。研磨が終了しました。ギアの煽りは大胆に鉄板をカットします。大きな穴が開きました。シリコンオフで脱脂します。防錆塗料を塗ります。錆止め塗装が終了しました。錆びた鉄板を切り取った箇所に鉄板を溶接します。ところが家庭用 100V では薄い鉄板の溶接は無理と言われたので試します。厚さ 0.9mm の鉄板は溶けて大きな穴が開きました。厚さ 1.4mm の煽りの鉄板を溶接してみました。見た目は良くないですが強度はありそうです。開口部分を型取りします。型取りに合わせて鉄板を切り取ります。溶接する箇所の塗装を剥がします。切り取った鉄板を合わせてみます。溶接します。連続溶接は鉄板が溶けてしまうのでスポット溶接で固定します。グラインダーで汚りを削ります。4箇所の溶接が終わりました。強度はありそうです。シリコンオフで脱脂して防錆塗料を塗ります。スポット溶接なので隙間が多くあります。この隙間を重曹と瞬間接着剤で埋めます。裏側にアルミテープを当てます。固まった重曹の強度は高くカッターで削れないほどです。余分な重曹と塗装をグラインダーで削ります。シリコンオフで脱脂します。1回目のパテを盛ります。240番で削ります。一部鉄板が盛り上がっているので板金ハンマーで平らにします。
2回目盛ります。削ります。盛ったり削ったりを4回繰り返しました。シリコンオフで脱脂します。プラサフをスプレーします。重ね塗りをします。使用する杉板の表面は粗削りです。いつもはサンダーで表面を研磨していますが、時間がかかる上に粉まみれになります。知り合いの木工所で表面を削ってもらいました。あっという間に表面がきれいになります。粉まみれになることもありません。表面がきれいになった杉板を加工します。煽りに杉板をフィットさせるために鋭角にカットします。そのために電動カンナを購入しました。このカンナには溝があるので角が削りやすくなっています。おがぐつは回収して畑の肥料に再利用する予定です。鋭角に削り終えました。煽りに合わせてみます。2センチはみ出しています。反対側を差し込めるよう加工します。板を煽りにフィットさせるにはいろいろな障害物があります。一つ一つ合わせていきます。赤色で囲った出っ張りに合うよう加工します。出っ張りの型を取ります。型を転写します。切り取ります。側面に突起があります。突起に当たらないようトリマーで削ります。合わせます。入りません。よく見ると鉄板が重なった箇所がいくつかあります。杉板が煽りにフィットするよう削ったり合わせたりを繰り返します。2枚目の杉板でやらかしました。鉄板の出っ張りの対処を間違えて思
ザーを削ってしまいました。辛いですが板を無駄にしたくないので、煽りにフィットするよう修正作業を行います。側面に取り付ける杉板の加工が終了しました。失敗したところは後日補修します。煽りに杉板を固定するための穴を開けます。穴の位置を杉板にマークします。折り目ナットを埋め込む穴を開けます。これが折り目ナットです。必要はないと思いますが、接着剤を塗っておきます。取り付けます。サイドの杉板の加工が終了しました。リアに取り付ける杉板を加工します。板の上部を鋭角に削ります。合わせます。少しだけ長さが合っていません。板を1ミリ短くします。うまく合いました。杉板を差し込めるように加工をします。削ったり合わせたりを繰り返した結果、結構複雑な形になりました。折り目ナットを取り付けます。取り付けます。リアの煽りに杉板の取り付けが完了しました。錆だらけの鳥居をきれいにしてフロントパネルを取り付けます。錆を落とします。
脱脂が終わった鳥居を防錆塗装で塗装します。下塗りが完了しました。フロントパネルを固定するための穴を開けます。フロントパネルに折り目ナットを取り付けます。フロントパネルを取り付けます。床板の長さを揃えます。ほんの少し幅が合っていません。この程度なら側面が荒削りなのでサンダーで研磨すればフィットしそうです。すべての側面の研磨ができたので合わせます。うまくフィットしました。小口に化粧板を取り付けます。床板が走行中に跳ねないようアングルで固定します。カットしたアングルを合わせてみます。固定用の穴を開けます。穴開けが終わったアングルにサビチェンジャーを塗ります。黒色で塗装します。下地処理が終わっている青織と鳥居を塗装します。純正色 W ドーバーホワイトを塗料屋さんで調合してもらいました。クリア塗料をスプレーします。塗装の時はいつも塗装用のシャツ、マスク、ゴーグルを装着します。
塗装が終了しました。塗装前の杉板を400番で磨きます。表面が磨き終えた杉板です。節がたくさんあります。水が浸透しやすい節を木工補修剤で埋めます。これが補修剤です。そうします。1回目の塗装が終了しました。補修も完了しています。合計3回の塗装が終了しました。ニスが乾燥したので2液ウレタンクリアを塗装します。すべての塗装が完了しました。取り付けます。板張りが完成した荷台にモンキー Z50M
専用のスタンドを作ります。イメージ図を作成します。厚さ 4.5 ミリ、幅38ミリのフラットバーを加工します。鉄板をモンキーに合わせると角がエンジンに当たります。切断します。支柱2本を磁石で仮組みします。取り付けます。磁石の仮組みでもしっかりしています。表面の錆を落とします。溶接します。溶接が下手すぎてくっついていません。再溶接します。しつこいぐらい溶接します。スラッジを取り除きます。今度はしっかり溶け込んだようです。反対側も溶接します。溶接の汚りを削ります。もう一つの支柱も汚りを削ります。この状態でモンキーを乗せます。ジャストサイズのようです。溶接熱で鉄板が曲がっています。ハンマーで修正します。まっすぐになりました。補強材を取り付けます。しっかり固定できました。モンキーを乗せたところ、すごくしっかりしています。なので、当初予定していた斜めの補強材は不要と判断しました。次に、フロントタイヤのストッパーを作ります。支柱を取り付けたので合わせてみます。いい感じです。上部のストッパーの位置を決めます。溶接します。転倒防止のための鉄板を取り付けます。支柱の余分な部分を切断します。ストッパーができました。防錆塗料を塗ります。ポーターキャブの荷台に取り付けます。
定する位置をマーキングします。鬼目ナットを埋め込む穴を開けます。鬼目ナットを取り付けます。転倒防止のためにカウダウンベルトを固定するフックを取り付けます。すべての作業が終了しました。モンキー Z50M 専用運搬車両の完成です。頑張った甲斐あって満足のいく荷台になりました。近日少しくたびれているモンキー Z50M のレストアを開始する予定です。ぜひチャンネル登録をしてご覧ください。今日は最後までご覧いただきどうもありがとうございました。